お久しぶりです。牧田です。めちゃくちゃ久しぶりですよね。僕も結構久しぶりで商品紹介の仕方忘れちゃったんですけど、ちょっとやっていこうかなみたいな。8日ですよね。8日の、夜9時にアップする商品になります。詳しくは概要欄に貼ってますので、そちらの方を見てください。じゃあいきなりですが T シャツの方から紹介していきたいと思います。ナナさんお久しぶりです。久しぶりです。いきなりめちゃくちゃいい T シャツじゃないですか。ランタグです。ランタグのこちら、このシーンに中に入ってるんで、これ60年代頃ですね。ラージ表記になります。で、これ両面プリント、ラバープリントのフットボールティー。いいっすよね。これどうですか？これなかなかこのランタグとかででかいサイズ感出てこないので、僕でも全然ゆったりとしたサイズ感で着用できるシルエット。めちゃくちゃおすすめです。で、ざっくりですが、ピンホールとかもないので、コンディションかなり極上だと思います。こちらでお値段 12,800 円と消費税です。続いて、企業 T ですね。ソニーの T シャツになりますね。スクリーンスターズ、こちら5050ボディの XL 表記になります。これソニーとかボーズとかチャンピオンのバータクとかでもよくありますよね。これはスクリーンスターズ80年代です。XL そこに縮み出てないですね。タグ触った感じだと多分ほんと数回くらいしか水通ってないと思うので、こちらもコンディションは極上なんじゃないですかね。はい。これネイビーボディに白ラバープリント。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続いてめちゃくちゃアメリカーナって感じですね。これペイトリオッツですね。ニューイングランドペイトリオッツのしかも旧ロゴです。この立体なすごいリアルな人ので85年になってますね。でこれナイロンのタイプになります。コットンの100じゃないんですけど、コットンナイロンのもので、サイズ表記がこれ中に内タグついてるんですよね。チャンピオンボディではないんですよね。こんな感じで紙タグがついてて、サイズ表記が手書きで XL って書いてありますかね。もうそのくらいのサイズ感です。ところどころですね、ちょっとちらほらこのプリントが割れてたりとかするんですが、これもまた雰囲気いいのかなっていう。真っ白っていうよりかはオフホワイトって感じですね。僕でざっくりしたサイズ感で着れます。だからパーカーとかの上にさらっと着るとかっこいいんじゃないですかね。あとところどころピンホールはあるんですけれども、上に何か着ていただければ全然問題なく着用できるかなと思います。こちらも 7,800 円と消費税です。続いてこれ最近新店舗の遊歩道店の方で最近力が入れてるチームものになるんですけども、先ほどのペイトリオッツもそうですけど、これもレイダースのものでロサンゼルス機なんで、おそらく80年代から90年代初頭のものになります。でロゴ7ってすごい有名なブランドになるんですけれども、アメリカ製で XL 表記ですね。でこちら素材が5050ボディになります。これも大きいので、ラッセルとかの無地の黒パーカーとかの上にさらっと着るとかっこいいと思います。こういった薄いデニムでもいいですし、ブラックのディッキーズで今僕着てるんですけど、ブラックのダービージャケットとかでもかっこよく合わせられるんじゃないかなと思います。こちらロサンゼルスレイダースのフットボール T ですね。これ 7,800 円と消費税です。続いてキャラモンですね。サウスパークの T シャツになります。こちらギルダンボディですけど、このデカタグなんで結構古いと思います。90年代後半から作られてますね。で生産国こちらメキシコ製ですね。で L 表記になります。でどうでしょうか。僕でちょっとゆったりするくらいのサイズ感で着れると思います。全体的にこのプリントがかすれてて雰囲気すごくいいと思います。サウスパークも本当アメリカで結構値段上がってきているので、まだこの安いうちに手の出しやすい値段のうちにぜひ手に取ってみてください。 12,800 円と消費税です。それでこちらも同じサウスパークのシリーズになりますね。タグこちらタルテックスつきます。こちらも90年代後半のものですね。ラージ表記、よくバンティーとかで使われているボディですね。この黒がフェードした墨黒の感じもかっこいいと思います。このデカハンでいいんじゃないでしょうか。全体的にこの色が落ちてる感じもすごいおすすめです。こちらのサウスパークは 9,800 円と消費税です。続いてシリアルキラーシリーズですね。こちらデッドストックになってまだ水が通ってないコンディションです。このタグなんで割かし年代は浅めだと思います。2000年代入ってるんじゃないでしょうかね。でサイズ表記ちょっと入ってないんですけれども、おそらく XL はあるんじゃないでしょうかねっていう。ラージって入ってますね。ラージ表記。水が通ってないのでデカめのサイズ感です。僕だって着丈かなり長いです。ただシリアルキラーって洗って乾燥機とか入れると結構着丈縮まるんで、これからサイズすごい良くなると思いますよ。でグラフィックがこれは地獄の黙示録ですね。チャーリー・ドント・サーフってメッセージが入って、すごい有名なシーンのところの
なかなか地獄の黙示録の T シャツって出ないんで、シリアルキラーいいと思います。前このオリーブボディが入ったんですけど、黒のが着やすいのかなみたいな。これデッドストックでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてこちらアニメものですね。ジャパニーズアニメ、これが明日のジョーのグラフィックになりますね。ジョーフォーエバーって入っていて、後ろにもワンポイントで入ってすごいおしゃれだと思います。でこちらのタグがつくんですね。千葉哲也と素敵な仲間たち店で売られてたんですかね。でこれボディ自体はフルーツオブザルームのボディで、アッセンブルホンジュラス、90年代後期ですかね。はい、これすごいいいと思います。でダブルステッチで、これもほぼデッドストックに近いミントコンディションですね。明日のジョーはやっぱり僕より全然上の世代の人たちがファン多いと思います。なかなかやっぱりそのキャラものとかってなると着にくいデザインが多かったりするんですけど、このモノクロのツートンの感じは着やすいと思います。ぜひコレクタブルピースなんじゃないでしょうか。39,800 円と消費税です。続いてバンティですね。こちらフーファイターズのものになります。オールスポーツのミディアム表記になりますね。フーファイターズも最近全然見なくなりました。ミディアム表記ではありますが、僕で全然ジャストくらいで着れるサイズ感ですね。表面だけで裏は無地のパターン、着やすいデザインなのかなと思います。こちらでお値段 19,800 円と消費税です。続いてレッチリですね。レッドホットチリペッパーズジャイアントタグの L 表記になります。これはもともと多分パキッとした黒だったのがフェードかかってセミ黒のいい雰囲気だと思います。でもちろんブラインドステッチですね。ブラッドシュガーはでちょこっとですねピンホールだったらありますが、全然気にならないと思います。本当にレッチリ最近値段本当上がってきていて、アメリカ仕入れ行ってもレッチリのちゃんとしたオフィシャルの T シャツってなかなか買えない現状にあるので、ぜひまだお持ちでない方いかがでしょうかね。こちらのブラッドシュガーがお値段 49,800 円と消費税です。続いてこちらハンバーガー屋さんなんですけど、インアウトバーガーって僕たち買い付けに行ったら絶対食べるハンバーガー屋さんなんですけど、日本だとないんですよね。これ日本にあったら絶対行列できると思うんですけど、いろんな僕めちゃくちゃハンバーガー好きなんですけど、なんだかんだで一番好きみたいな。ノラさんも結構好きですよね。好きですね。これねすごいんですよ。で大体新しいボディのものが出てくることが多いんですけどみたいな。これね80年代のビーフィーのヘインズのねめちゃくちゃいいタグついてます。 L 表記ですね。僕もこのビーフィーのボディが T シャツの中だったら一番好きなんですけど、このインナーアウトどうですか。おすすめですよかなり。でいろんなグラフィックがあるんですよね。これ駐車場のパターンだったりとか、バイクに乗ってるグラフィックだったりとかいろいろあるので、なんか集めてみると面白いかもしれないです。意外にこのインナーアウト古いタグ出ないんですよね。面白いと思います。 7,800 円と消費税です。続いてこちら企業ものアップルの T シャツになりますね。こちらの B フィータグの2枚タグになります。 XL 表記でブラインドステッチです。ステッチが1本ですね。アップルでシングルステッチってのがなかなか出てこないですよ。これが珍しいです。でシンプルワンポイントに後ろもメッセージが入りますね。ちょっとですねここシミあるんですけれども、何か今の時期だったら上着だったりシャツ着ると思うので、そこまで気にならないのかなと思います。 XL ですがいい具合に縮まっているのですごい雰囲気よく着れると思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてアート T シャツになります。キース・ヘリングのものですね。フルーツ・オブ・ザ・ルームのこちらツルタグ90年代頃のものでして、これロン T ってキース・ヘリングなかなか出ないと思います。で表面だけかと思いきやこれ裏につながってるって両面プリントになりますね。なんかお得感ありますよね。どうでしょう。そこまで縮みが出ていないのでM でも全然 L くらいの実践で着れると思います。僕でもキースはロン T 珍しいです。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてシャツですね。こちら60年代アーミーのユーティリティシャツになります。ちょっとタグは欠損しているんですけれども、おそらく実寸で15ハーフくらいだと思います。どうですかね。僕もちょっと一着気になってるんですけど、この無地のパターンをいろいろワッペンがバーって貼られてるのもいいんですけど、この自分のまっさらの状態で自分の好きなカスタムワッペン貼ったりとかピンズつけて自分色に育て上げるのも面白いんじゃないでしょうかね。はい、5,800 円と消費税です。でこちらがアーミーの60年代のユーティリティシャツになりますね。
で肩のここのラインがダブルステッチに縫われていて、シングルよりダブルの方が見栄えはいいのかなと思います。でこれ無地のプレーンのタイプになるんですけれども、こういった無地のまっさらなものを探して自分の好きなカスタムっていうかワッペンつけたりとかピンズつけたりするのもおすすめです。で多分ラベルが取れちゃってるんですけど、サイズで言ったら実際15ハーフくらいだと思います。僕でちょっとゆったりするくらいで切れますね。でこちらはカフスもしっかりつくタイプになりますね。平ボタンだとこうカフスつかないですもんね。カフス付きの方がなんだかんだで扱いやすかったりとすると思うので、こちらお値段が6800円と消費税です。続いてスウェットです。こちら前回の買い付けで仕入れてきたものになるんですけれども、こちらタルテックスボディになりますね。今度クレイジーパターンのもので、こちらサイズ表記がミディアムです。多分タグちょん切られちゃってるんで、多分売られなかったとか B 品のものなのかなと思います。もちろんアメリカ製です。でいろんなパターンを買い付けてきたんですが、これは、リブだけ黒のパープルと黒のツートン、もちろんデッドストックになりますね。で後ろはこんな感じです。これなかなかいいと思いますよ。山田さんとこれ掘った時にこれかっこいいねみたいな感じになりましたね。7800円と消費税です。でこれ XL ですね。でこれも多分タグちょん切られちゃってるんで多分 B 品だったのかなっていう。これはパープルとこれ何色っていうんですかね、エメラルドグリーンみたいなツートンですね。でこれさっきのはセットインですけど、こっちはラグラン仕様になってますね。これもなかなかいいと思います。で50/50ボディなので洗ってもそこまで縮みは出ないと思いますが、乾燥機に入れることをお勧めしないです。デッドストックでお値段7800円と消費税です。続いてヴィンテージパーカーですね。年代でいうとちょっとラベル取れてるんですけど60年代のものだと思います。4本針で縫われていてラグランスリーブですね。いいですね。サイズ感身幅もしっかりしているので着丈が若干詰まってはいるんですけれど、女性の方だったりとか、男性の方でもちょっとボーダーのカットソーとか着てレイヤードする楽しみ方とかもあるんじゃないでしょうか。こちらが12800円と消費税です。続いてこちらもヴィンテージパーカーになるんですけど、これもタグ欠損で、これは70年代頃だと思います。全部内縫いなので、内縫いのラグランスリーブでもリーブちょっと長めですね。でも多分70年代頃だと思います。ちょっとラッセルの金タグっぽいニュアンスはあるんですけど、ちょっとタグがついてないで何とも言えないですが、ちょっとどことなくこのパイピングの感じがラッセルっぽいなって感じですよね。でちょっとここだけほつれとは言いますが、全然着用する分には問題ないと思います。これも実寸で M くらいですかね。女性の感じのサイズ感だと思います。でもこれといったダメージは特になく、先ほどのポケットの部分だけですね。気になる方はちょっと縫っていただければ全然着用できると思うので、こちらがお値段9800円と消費税ですね。続いてこちら U 歩道店の商品になります。レイダース2着ですね。でこれもロサンゼルスなんで80年代のスウェットになるんですけれども、これねなんか嬉しいですよね。チャンピオンボディなんですよね。50/50ボディのチャンピオン、トリコタグって言われるやつですね。ミディアム表記です。僕だとどうでしょうか、サイズ感で言ったらちょっと着丈が気持ち短いですが、こういった短丈のブルゾンとかの下に合わせるのであれば、こんくらいの着丈でも全然問題なく着用できます。身幅は僕全然いけたので一応試着しました。いいなと思って。このレイダースのチャンピオンボディっていうのがなんかいいっすよね。お値段が12800円と消費税です。続いてこちらもロスキの時のレイダースになりますね。こちらボディアーテックスになります。でこちらミディアム表記ではあるんですけれども、先ほどのチャンピオンのものよりかはサイズ大きいです。実寸で L くらいあるんじゃないでしょうかね。ここら辺もアメリカで洗濯した際しっかり伸ばして形整えてきているので、いいシルエットにはなってきております。で若干ここら辺ですね、退色などはしていますが、黒のフェードって結構かっこいいんですよね。グレーっぽく落ちるというか紫がかるっていうか、黒ってなんかブラウンっぽくなりますよね。この雰囲気がまたいいんじゃないでしょうかね。レイダースのスウェットいかがでしょうか。こちらでお値段9800円と消費税です。続いて定番ですね、リバースウィーブになります。パッと見グレーのただのリバースなのかなと思いきや、刺繍の L 表記ですね。このステッチが若干薄ピンクのパターンで、この目がでかいやつですね。意外にない変形リバースになります。全体的なコンディションで言っても
ちょっとですねほつれ等はありますが全然気にならないと思います。はい、本当まだまだアメリカでもリバース値段上がっているので、今後どんくらい値段上がっていくんだろうってちょっと心配な部分もあったりとかするんですけど、12,800円みたいな感じですね。でこちらパーカーになります。もう本当にカラーのパーカーって出ないですね。これ WXL になりますね。でもう紐付きのラバープリント、めちゃくちゃいいですねこれ。でただの赤じゃないです。バーガンディっぽい赤なので、はい、WXL だと僕だとやっぱ着丈長いんですが、僕も WX 着るときあります。全然いけます。細めのパンツなんかと合わせていただければこのサイズでもいけるっていう。はい、こちらでお値段が 19,800円と消費税です。これもおすすめです。おお、プリントパーカー、これはプリントパーカーですね。おおね、トリコタグでした。 XL 表記になります。でなんか気持ちフードが小さい気しますね。はい、で黒ラバープリントです。でですね、ここ多分割れてたんでしょうね。リペアが入ってます。ただうまく直されているので全然気にならないんじゃないでしょうかね。トリコだとやっぱり本当質感いいですね。ちょっと柔らかい感じで刺繍とまた違う良さがあるっていうか、全体的にコンディションも悪くないんじゃないでしょうか。ちょっと若干ね擦れてはいるんですけれども全く問題なく許容範囲だと思います。こちらのトリコタグパーカーですね、17,800円です。はい、僕も大好きなんですよね。ランズエンド赤結構出ますよね。ランズエンドってこれチャンピオンとダブルネームになります。でちょっと分かりにくいですがラージ表記になりますね。で目なし、僕も目なしは集めてるんですよ。でこれも紐付きです。全部嬉しい。紐付き目なしダブルネームっていう、はい、確変が起きました。いかがですか。こんな感じです。僕もね赤の目なし持ってるんですけど、真っ紺のデニムとかでもいいですし、スカスカのちょっとダメージが入ったような501ブラックとかでもかっこよく着れますよ。僕とお揃いしたい方はぜひ行ってほしいですね。25,800円と消費税です。続いてセーターやっちゃいます。こちらですね。アイルランド製のセーターになりますね。でこちら XL 表記になります。色味で言ったらちょっと画面は分かりにくいかもしれませんがチャコールグレーですね。でどうでしょう XL。 なんか最近パーカーとかの上にこういった、フィッシャーマンセーターみたいなの着る方多いですよね。ってなるとやっぱり XL くらいゆとりがあった方がいいのかなと思います。ここら辺やっぱりコンディションだったりその縮みが出ていないものを厳選して買い付けてきているので、まだ全然サイズもコンディションもバッチリだと思います。でここら辺の年代のものは意外に買いやすい値段だと思うのでぜひおすすめです。7,800円と消費税です。でこれ結構古いですよ。年代で言ったら多分50年代とかだと思うんですけど、もしかしたらそれ以前かもしれないですね。でもちろん 100% ウールでこれも縮みが出ていないですね。やっぱ下のリベが長いのでこのヴィンテージラバーの方いかがでしょうか。ジージャンなんかの下に着るとすごい合わせやすいのかなと思います。女性の方でも全然いけるサイズになりますね。ちょっと真ん中のところここ小穴が開いているんですけれども全然縫ってリペアしていただければ問題なく着用できるんじゃないでしょうか。お値段が 7,800円と消費税です。続いて大人気のこちらヤングブリードのモヘアになりますね。このカート・コバーンが着てたブランドと全く一緒と言われるのですごい有名ですよね。でサイズがミディアム表記になりますね。モヘアの配合率は 30% モヘアが入ってます。でこのダイヤパターンっていうんですかね、アーガイルパターンかなり人気のこのヤングブリードのモヘアになるんですけれども、この配色はあんまり見かけないですよね。カートって言ったらさモスグリーンとベージュのようなミックスカラーですけど、このネイビーとバンガンディのタイプあんま見ないですね。僕初めて見たかもしれないです。はい、いかがでしょうかね。でボタンの欠損とかも特になくコンディションはかなりいいんじゃないでしょうか。パジャマシャツなんかとねそれこそ着ていただければと思います。お値段がこちら 59,800円と消費税です。続いてパタゴニアになりますね。こちらはライトウェイトシンチラのビッグ T っていうシリーズになるんですけれどもサイズが L 表記になりますね。で何が特徴かっていうとやっぱこのシリーズはただのスナップ T じゃなくてここにスラッシュポケットがつくんですね。これ本当に珍しいやつですね。中もすごい変わってて切り返しで多分おそらく紐とかドローコードが多分ついてると思うんですがそれがちょっと欠損しちゃってはいるんですけれどもまだ
フリースのコンディションもいいですね。まだふかふかしております。どうでしょう、 L 表記。これこそなんか薄手のパーカーだったりとかボタンダウンのシャツとかでも合わせやすいんじゃないでしょうかね。女性の方もぜひ行ってほしいデザインなんじゃないでしょうかね。はい、15,800円の消費税です。ベン・デイビスですね。はい、こんなベン・デイビスでアメリカ製のミディアム表記になりますね。ブラックのカバーオールってあんまりないですよね。その古いものはもちろんないですけど、レギュラーの年代で探してもブラックカバーオールってあんまりないので、ちょっとプリズナージャケットを彷彿させるようなジャケットですね。どうでしょう、全体的に色が落ちる感じもかっこいいと思いますし、やぼったい感じで犬タク着るのもかっこいいですけど、細めのパンツなんかで切れ目に合わせるのもおすすめです。こちらがお値段が 7,800 円と消費税です。続いてリーバイスのブラックボアジャケットになりますね。はい、こちらのラベルがつきます。 L 表記にはなるんですけれども、でちょっと普段絶対これ赤タブなんですよね。なので黒タブがついているっていうのと L 表記にしたらちょっと小さいので、もしかしたらこれボーイズの企画かもしれないですね。ブラックなんか従来のブラックと色落ちの仕方も違いますし、ちょっとボーイズ企画なのかなって感じです。で実寸で多分ミディアムくらいはあるので、普段ミディアムとか着てる方はいけるサイズ感です。こちらでお値段 12,800 円と消費税です。もちろんこれアメリカ製になります。続いてこちらサンフランシスコ 49ers のナイロンジャケットになりますね。はい、タグがこちらつきます。でコリア製ですね。90年代頃のタグだと思います。でこちらがフード取り外し可能タイプですね。2way っていう感じで、ナイナーズお好きな方も多いと思いますし、ブラックとレッドとこのゴールドの3色すごいかっこよく着れるんじゃないでしょうか。すごいあったかいです。これ持った感じすごいあったかそうですね。これからの時期いかがでしょうか。それフードつけて着るのもいいと思いますし、フードを取って、パーカーとかの上にサクッと着るとかっこいいんじゃないでしょうか。こちらで 15,800 円と消費税です。はい、最近この今季の秋冬遊歩道店の一押しのアイテムになるんですけれども、このチームのサテンジャケットになりますね。先日遊歩道店の方のインスタライブでも僕紹介したんですけど、こちらセブンティースですね。フェルコの、ドジャースのジャケットになります。でちょっと見えにくいですね。 L 表記になりますね。もちろんアメリカ製です。でスターターとかがやっぱり主流なんですけど、何がいいかってこのセブンティースとかのものって色がすごい退色するんですよね。なので濃い青じゃなくて全体的にフェードしたこの青、すごく個人的にかっこいいなっていうか、やっぱヴィンテージですよね。このボタンのラッカーが剥げてきた感じとかもいいですし、このチープなこのワッペンもすごいいいなと思います。L 表記なんで僕全然ジャストで着れますね。ここら辺って80年代90年代のものがほとんどなので、ましてやドジャースって言ったら本当に現地ファンがすごいんで、僕たち LA 拠点にしてるんで、本当にドジャースの本拠地なんで、なかなかいいアイテム出てこないです。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてこちら60年代のバーシティジャケットですね。スタジャンです。いわゆるオールウールのスタジャンでブラックとレッドのツートンめちゃくちゃかっこいいと思います。だいたいここら辺縮みが出ていて小さいサイズのものが多い中、あとなんかガーッといらないなって刺繍が入ったりするものが多いんですけど、後ろは無地で、胸にワンポイントワッペンが入るタイプですね。64年でだいたいここのレザーパイピングが割れてたりするものが多いんですけれども、コンディションかなりいいです。僕が合わせるとしたらやっぱちょっとエディ・スリーマンじゃないですけど、ブラックのスキニーなんかでサイド側ブーツかっこいいと思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。めちゃくちゃおすすめです。これ続いてミリタリーの、モツパーカーになりますね。こちら、M1951 のパーカーになりますね。サイズ表記がミディアムになります。これパッと見、ただの51なのかなと思うんですけれども、この素材が一番珍しいやつ、ダック地キャンバス地を使われているものになるんですけれども、51って3種類生地があって、いわゆるのコットンのタイプと、次にいいなとされているのがポポリンのタイプで、このキャンバス地が一番珍しいです。一番出ないです。なのでもう本当に51パーカーの中だったら最高機種の個体になります。でここのドローコードもしっかりついていて、もちろんジップしっかり動きますよ。滑らかに動きます。ただシェルだけのものになるんですけれども、ライナーお持ちの方はつけていただいて、そのパーカー持ってるよって方とか、
本当に51のダックマジ出ないんで、一番出ないです。ポプリンがやっぱり人気ではあるんですけれども、ダックでしかもコンディションこれ結構いいんで、はい、これすんごいおすすめです。こちらで51のダックですね。お値段が35,800円と消費税です。このコンディションのダックほんと出ないんで超おすすめです。はい、久しぶりに見ました。続いてヴィンテージデニムですね。今日デニム結構豪華なラインナップですね。まずは僕も大好きな606から紹介したいと思います。606のビッグインになりますね。ここまで色の濃い個体最近あんま入ってないですよね、本店の方でも。はい、実寸でこちらニック30なのでどうだろう、僕だとウエストはちょっときついんですけれども、サイズ合う方、女性の方とかでもね履いていただければすごいかっこよく着れると思います。でびっくりで606ってリベットが一切使われてなくてって言って501と違って、ここがサイドがダブルステッチになっていて、ビッグ E だと内股も基本的にダブルステッチで縫われてるものがほとんどなんですけど、これ内縫いなので、内縫いだとだいたいスモール E とかが多いんですけど、ビッグ E のこの内股内縫いのタイプ僕初めて見ました。意外に珍しいと思いますこれ。はい、でこんだけ色の濃い606自体がそもそも入ってこないのでおすすめです。ニック30で79,800円と消費税です。続いてこちら501のこれ66ですね。66のシングルステッチです。実寸ちょっとパッチ表記が31ってのは見えるんですけれども、実寸でこちらニッパチニック、はい、ニッパチニックでどうでしょうか、レングス僕ジャストだと思います。でもちろんオリジナルではあるんですけれども、ちょっとリペアが入ってますね。でもかなり雰囲気いいと思います。色の濃淡もしっかりしていて、ちょっとリペアもねされてはいるんですけれども、綺麗にリペア施されていますね。全体的な抜群なザ66って感じで手出しやすいと思います。こちらでお値段が39,800円と消費税です。これも66ですかね。はい、これはパッチしっかり見えるです。3531、これ35って表記がすごい珍しいみたいですね。実寸でこちら34ニックになります。34ニック超ゴールデンサイズだと思います。はい、いかがでしょうか。これもねなんかこれいいっすね。めっちゃいい。ヒゲもなんかすごいし、色もしっかりしてるしオリジナルだし、これいいっすね。なんかビッグ E っぽいなみたいなパッと見。はい、いかがでしょうか。59,800円と消費税です。めっちゃいい。はい、なんか今日デニムめっちゃいいですね。はい、501ビッグ E になるんですけれども、申し訳ないです、ちょっとノータブになりますね。パッチがもう501のビッグ E の方になりますね。27表記っていうんですけど、実際にこちら2731、そこまで縮み出てないですね。2731、はい。でここの耳のあたりもしっかり出ていますし、でもちろんレングスはオリジナルですね。でリペアも特に入ってないですね。で色残りで言ったら6、7割っていったところでしょうか。おやばい、今発見してしまいました。イエローとオレンジのレインボーステッチでした。やばい、これは結構いいんじゃないですか。女性の方いかがでしょうか。すんごいおすすめです。レインボーステッチの個体何十本に1本とか、ほんと100本に1本とかそういうレベルだと思います。いかがでしょうか。45,800円の消費税でした。59,800円かなと思いました。45,800円、なんか安い気します。なんかジャパネット高田みたいになってません？大丈夫ですか。はい、行きましょう。こちら 501WX になりますね。 501WX、 はい、隠しリベットあります。でこちらの胴ボタンが使われていて、足長あるですね。ギャラですね。ギャラと言っていいんじゃないでしょうか。こちらは、はい、実寸でこちらニッパチ30、だからニックくらいありそうな、ニックよりのニッパチって感じでしょうかね。これもかなり雰囲気いいです。はい、いかがでしょうか。でちょっとタブがですね、はい、どうですか、見えました。はい、どうでしょう。このペンキ飛び絶妙ですね。
でこんだけ雰囲気いいのにリペアがあんまり入っていないっていう。リペアがちょっと内股入ってはいますけど、リペアここまで少なくてこんな雰囲気いい個体ってなかなかないですよね。ヒゲもしっかりカーッと入ってますし、いかがでしょうか。こちらの 501WX ギャラで98,000円と消費税になります。続いてこちらも 501WX ですね。はい、隠しリベットで、これも銅ボタン使われておりますね。まあいいですね。パッチはちょっと取れてはいるんですけれども、実寸でこちらが3330。3330もゴールデンサイズですね。これもかなりいい縦落ちをしっかりしていて、ヒゲもバーって入ってていいですね。でリペアの感じもすごいいいです。ウェブスターの方でしっかりとした写真載せるので、このスレ感とかもたまらないですね。3330、おそらく35とか36とかだったのかな、表記でいくと。なかなか本当に WX とかデニム買えなくなってきているので、はい、ちょっとスレとかもこれもまたいいですね。本当毎月のアメリカの入荷でね、なかなか入んなくなりましたよね。はい、こちらの WX ですね。お値段の方が128,000円で消費税です。今ならみたいな、はい、すいません、ちょっとお値引きやってないですって感じですかね。以上です。ありがとうございます。